グイグイどうみたいな感じでグイグイ来られちゃうんで、やっぱりちょっと度肝抜かれましたね。みんな背が高かったそっちの気を使ってくれる感じが日本人と真逆だなと思う。Hey YouTube, it's Kathy Cat. Many people, when they come to Japan, they experience a culture shock. However, Japanese people get the same culture shock when they either go abroad or when they interact with foreigners who have come to Japan. So this time we're gonna go and ask Japanese what gave them a culture shock when they dealt with foreigners. Look out for things that you should not do when you come to Japan, and let's go and ask Japanese. 海外行ったことありますか？ないですね。あります。中国行きました。上海とかそっちの方に行きました。はい。海外行きました？行ったことないです。まだですね。はい、まだ。逆に行きたい国はイギリス。ぜひイギリスのどういったところが気になるんですか？ハリーポッターが好きなので行ってみたいですね。イギリスですね。台湾行ってみたいですね。まあ近いですけど。はい。なんででしょう？なんかジブリの千と千尋の神隠しっていうやつがあるんですけど、まあそれの実写化の場所があるので。じゃあ海外行ってそこでちょっとびっくりしたことありました？海外のご飯食べたらやっぱ日本の料理ってうまいなっていうのを改めて感じさせてもらえたっていうのが結構大きいですね。お米とかやっぱりめちゃめちゃ日本の美味しいなっていうか、やっぱ違うところだとなんかパサパサしてるっていうか、結構そういう違いが大きくてイメージと違かったって感じですかね。なんかちょっと違いましたね。なんか逆に海外の文化的にのびっくりしたこと、これは日本でさすがにやらないわみたいな。キャッチですかなんかそういう観光地とかお土産屋さん行くともう容赦なくもうグイグイどうみたいな感じでグイグイ来られちゃうんで、やっぱそこの推しの強さにはやっぱりちょっと度肝抜かれましたね怖いんですか？いや怖いですね。なんかめっちゃ怖かったですよ。一人なんか捕まった子いましたけど、なんか本当は安いんだけど高値でやっぱ売ってきちゃうみたいな、そういう治安的な意味でもやっぱりすごい差を感じましたね、日本とは。じゃあイギリス行きたいって言ってたんですけど、イギリスの文化は自分の文化と違うところは？やっぱ日本食が美味しいんじゃないですかね。そしたらなんかイギリスの料理ってなんか美味しくないみたいな、なんか聞いたことありますけど、どうなのか。地域の人に、そこに住んでる人に聞けば安くてでも美味しいもの見つけるかもしれません。ほう、行ってみたいです。はいぜひ行ってください。イギリス最高ですよはい。じゃあタイなんですけど、僕の親がその1回旅行に行ったことあるんですけど、その時1週間でなんか7キロぐらい太って帰ってきて、意外となんか日本とも変わらないぐらいご飯美味しいのかなっていう印象があります。美味しいけどちょっと油っぽかったのかな。そうですね、多分豪華にしすぎたのかなと思います。食べ物。海外行ったことありますか？あります。どこですか？アメリカとイタリア。アメリカのどこでしょう？アメリカって言ってもサイパン。トロピカル。あ、そうですね。行ったことないです。これからですよ。どこに行きたいですか？アメリカとかドイツとか。うわ嬉しい。なんでドイツでしょう？セクシーゾーンのマリウス陽君が出身だから。日本のセクシーゾーンってアイドルのマリウス陽君がドイツ出身で、ドイツ人が普通に日本のアイドルのグループに入ってるんですか？ハーフなんですけど、その子が好きでちょっと地元に行ってみたいなって。じゃあ逆に海外に行ったことがあるので、そこにいてちょっとびっくりしたことは何ですか？びっくりしたこと、みんな背が高かった憧れます。逆にいいんですか？すごい憧れる海外のこと聞いてびっくりしたことは何かありますか？文化というか、ジェスチャーが大きいとか。結構喋るときにはジェスチャーがすごいめっちゃびっくりするとき自分もびっくりしちゃう食べ物が大きいお姉ちゃんが海外に行った写真を見て、すごい飲み物とか全部ファストフード店が大きくて食べきれそうですか？絶対無理です海外行ったことありますか？あります。グアムにきっかけは修学旅行で行きました。結構お金持ちの学校ですかね修学旅行です。見たことないけどどこ行きたいですか？オーストラリア行きたいです。なんででしょ
小学校の頃にすごい好きだった英語の先生がオーストラリアの方で、それでオーストラリア行きたいなってずっと思ってます。いい影響が海外行ってグアムにいてちょっとびっくりしたこと、カルチャーショックみたいな、文化が違うわみたいな。でもお金数えるのがすごく大変だった。銃撃てるとこ、お金払ったらできるよみたいなところがあって、すごいこんなとこあるんだって思いました。普通に変えたりできるってこと？買ったりは多分できないけど、撃つだけ試し撃ちみたいなのができるよみたいな。シューティングの試しできる？そうそう、上手でした？下手でした？ちょっと下手くそだった。じゃあ海外のことを聞いてちょっとなんかこれは日本と違うなとか思ったところは？日本の人って割となんだろう、初対面の人だと気を使うじゃないですか。でなんか距離感を測ったりするけど、外人さんというかはなんか違う気の使い方、なんかフレンドリーにすることが相手がほぐれるというか、そっちの気を使ってくれる感じがもう日本人と真逆だなと思う。だから逆にそっちの方が自分も行ったことないけど、なんか来てよかったなって思えるなっては思う。もう優しさはまずはわお、なんでそんなに優しいと思ったりとかするんですか？しますね、割と。とかなんか結構海外に行った人のお話を聞くと、なんか全然違うからやっぱ行った方がいいよってめっちゃ言われるし、海外行ったことありますか？あります。あります。じゃあどこに行ったことありますか？オーストラリアですね。オーストラリアに行ったことあります。ないですね。ないです。グアムとハワイ。じゃあ逆にまだ海外に行ったことない方、どの国に行きたいですか？ハワイで。ハワイ。はい。俺もハワイの海で泳いでみたいですね。いやハワイイメージが行きたいよ。どこに行きたいですか？ハワイ、アメリカ。結構行きますね。じゃあ逆に海外に行ったことある方に、海外に行ってびっくりしたこと、ちょっとカルチャーショックになったこととか。信号あんまりなくて、普通に車通ってんのに人もめっちゃ通ってるところとか。これどこですか？オーストラリアのシドニー、お店屋さんがめっちゃ詰まってるところの近くでは信号ないし人混みだしみたいな、めっちゃびっくりしました。ジュースの味が全然違って飲めなかったです。なんで飲めなかったんですか？ちょっと口に合わなかった。甘すぎたりとか。甘すぎましたね。じゃあ逆にまだ海外行ってない方、これをね聞いてなんかびっくりしたこととか。やっぱフレンドリーな感じ。フレンドリーかな？よかった。あれですよね。靴脱がないんですよね、部屋で。脱がなかった。それは割とですね。びっくりしました。目の色が全然違う。というわけで全ての質問でした。ありがとうございました。Okay, culture shock. We asked about culture shock in Japan and what Japanese people, what kind of culture shock they got. And actually, I'd like to ask a couple of culture shock things that foreigners do in Japan that kind of surprised or shocked me a little bit. So, not what surprised me in Japan, because we talked about that before, but actually things that foreigners do here that you shouldn't really do, and I'm kind of surprised about it, and I wrote a list down. So, one thing is take pictures without asking. It's kind of shocking and it's super rude in Japan. Generally, Japanese people will always ask you before you take a picture, because it's actually kind of illegal to just ask pictures, like just take pictures of people without asking them. There is actually a law against that, but some tourist thinks, hey, it's everything. I'm in this country now. I'm going to take it all without asking. Don't do that. Always ask when you take pictures of people. It's very much in their privacy, and even when we're shooting out on the streets, may it be for TV or for us Japanese, there are many people who will cover their faces when they even go past the camera because they don't want to be in shots. They really protect their privacy, so don't just go and take pictures of people. It's so rude. And we totally, I'm sorry, I don't use the word hate much, but I hate it when people do that. It's so rude. Next thing, cutting in line. I'm shocked to see that some people still think they can cut in line just because they're from a different country. Oh my god, never ever do that. It will not only make you look bad, it will make all foreigners look bad, because people will look at this and go, oh, foreigners, they all do that, they all cut in line. And even if you're trying to be the best person, you will look bad if someone else does the same. So please don't cut in line. This is one of the foundations that Tokyo is built on. If everyone was going and cutting in line,
Tokyo wouldn't work. It wouldn't fuck shit. There couldn't be a Tokyo like it is now. Haggling for a bargain. You don't really see it. You see elderly ladies. I've never actually seen anyone in Japan trying to haggle for a price. Sometimes you see elderly ladies who try to get away with something, but generally don't haggle. And I've seen it a couple of times that foreigners who've come to Japan, they stood there and they tried to haggle with the shop staff to get the price lower for something, and there's a massive queue behind, and everyone just thinks, you're not cool. You... insert swear word here, because everyone is waiting and you can't really haggle, and the staff is sometimes not even allowed to give you a discount, so don't haggle. It just makes you look bad, and everyone's going to think that people from your country are all like that. Yeah, and the next thing is kind of connected. It's a very touchy thing. So personal space, I know in some countries you have a less large personal space. So in Japan, you have moments when you are totally squished against strangers, that's fine. But generally there is a certain amount of personal space after that, unless you're riding the train in Japan, which apparently overrides every law. But just try and value people's personal space. Don't go too close to people. Also, when some people take pictures, for example, people dressed in Harajuku fashion ask, love that. But some people just straight away go and they put like their arm around you or like around your waist. You don't touch people in Japan. So if you take a picture with a Japanese person that is not your friend and you really just start touching them, they will feel very uncomfortable. And to be honest, I feel uncomfortable when people just randomly go, hey, can I take a picture with you? And I'm like, yes. And then suddenly they touch me and I'm just like, whoa, what's going on? So that's the culture shock I get, because obviously in the Western societies it's okay, but it shocks me a little bit. So just a couple of things to look out for when you come to Japan. I hope that helps you. Let me know another culture shock that you get, maybe with foreigners who come to your country. Try to be nice to each other. And why is there a pumpkin in the picture? So let us know about your culture shock. Anyways, have a nice day, guys. Bye. See you soon on Ask Japanese.